ペンギン村からおはこんばんちは、まきさんです。よろしくお願いします。はい、そしたらですね、今日はまきさんの独り言第2弾ということでボリューム2ということで始めていきたいと思います。今日からはですね、おしゃべりのテーマを決めまして、進めていきたいと思っています。で、テーマを決めるときどうしようかなって迷ってたんですけど、私の、このまきさんの趣味がタロットカードを見ることなんですね。なので、タロットカードを、2枚めくりまして、そのなんか絵柄から、おしゃべりのテーマを決めていきたいなと思ってます。はい、でも早速タロットカードを引いてきました。でもう一つはカラーカードというねカードがあるんですけど、いろんな色のカードがあるんですけど、でそのカラーカードの、中に何ていうかな、メッセージがあるんですね。短いメッセージが書いてあるので、それも1枚引いて、合わせて、見ていきたいと思います。でその合わせて見たやつを、今日のおしゃべりのテーマにしていきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、では早速引いたカードをちょっと見てもらいますね。ちょっと私ここ座って、はい、まずね、2枚のタロットカードを引いた時にね、どちらも女性が出てきたんですね。女性が出てきた。なので今日はこの女帝さんとソードのクイーンのね、どちらも女性なので、女性をテーマにしたお話をしていこうかなと思ってます。はい、女性のお悩みについて、テーマね、喋っていくとなんかそれでいくことよくあるんですけど、まずはこのテーマでやっていきたいなと思ってます。そしてもう一枚こんなねカラーカードっていうのがあるんですけどね、このカードを引いてみたら、これ綺麗な色ですね。太陽の光が眩しいこの青空、アジュールっていうのが出てきたんですけど、この下にね、自分を守ると書いてあるんですが、はい、すごく大事なことですよね。自分を守ること、そうこれも合わせてね、一緒に、おしゃべりしていきたいなと思っています。はい、綺麗な色。よいしょ、これちょっとこの辺置いとこう。女性テーマね、今日は女性テーマ。はい、ということでね、ゲストをお呼びしたいと思います。女性がテーマということで、第1回目ね、もうほんまに長くてすみませんでした。もうこんな30分なんてもう長すぎるでしょう。自分でもびっくりした。もうマキさんもびっくり、喋りすぎて、でもね、お一人一人のね性格をちゃんと紹介できてよかったなと思うんですけど、メンバーの中から仲間たちからね、ゲストを、招きたいと思います。で、今日のおしゃべり女性ということで、なんかちょっと女性っぽい感じの女子力高そうやなっていう人を選んできました。うちらあんまり性別とかねそんな関係なく生きてるんですけどね、なんか女性っぽい、なんか可愛らしいっていう感じの人呼んできました。まずお一人目、じゃじゃん、ピンクホーさんです。久しぶり。ピンクホーさん久しぶり。今日も可愛いな。はい、ここゲスト席ね座っていただきます。微妙なバランスでね。はい、そしてもう一人は、もう分かります？ほっぺたがピンク色の初恋さんです。こんにちは。どうもこんにちは。ね、初恋さんもちょっとなんか女子力高めですよね。だからちょっと今日お話一緒に
したいなと思ってお呼びしました。よろしくお願いします。お願いします。はい、マツコミさんここ座っていただきて、はい、よし。さあ、よかったらね、ちょっとパンもつまんでもらって、飲み物も用意してますのでね。はい。はい。そしたらですね、今日のテーマですね。おしゃべりのテーマは、このねカードの絵柄の通り、女性特有のお悩み、女性特有のお悩みですね。これについてちょっとおしゃべりしていきたいなと思いますかな。そうで、私らの世界はね、そんななんちゅうかな、あんまり性別関係ないし、女性特有のお悩みってあんまり感じたことは、私はあんまりないんやけど、どうかな、初恋さんとかどうかな、どうかなね。でもやっぱり人間の社会はね、なんかいろいろあるらしいですわ。あるらしい。だからちょっと人間の社会の女性特有のお悩みについてね、ちょっと別の世界の私らがおしゃべりしていきたいなと思っています。私らもね、友達に人間のお友達いるでしょ、ね、いるよね、いる、初恋さんも人間のお友達いますよね、いる、そうね。だからやっぱり人間のお友達のこともねについてもよくなんか考えた方がいいもんね。人間たちはいつもどんな悩みを抱えているのか、私たちも知ってる方がね、なんかちょっとでも力になれることがあるかもしれんし、ね、お話しする時もちょっとなんか知ってる方がいいよねということですね。そうで、どんなお悩みがあるかな、女性特有のお悩みね。こけた。そうやな、マキさんは今一番感じてるのはですね、今シンプルに、月経のお悩みですね。月経のお悩み。やっぱ女性はもう毎月、月経でしんどい思いしてる人いっぱいいるんですよね。で、マキさんの親友も毎月、市販の鎮痛、解熱鎮痛剤かな、痛み止めの市販の薬飲んでなんとかやってますけど、マキさんのお友達はそんなに市販の薬でしのげてるかなっていう感じ。生活もそんな仕事もだいたい痛み止めの薬あったら支障ないかなっていう感じなんですけど、そういう人ばっかりちゃいますもんね。ねえ、聞いたことある？そう、初恋さんのお友達でしんどそうな人いる？いる、やっぱり。なんかたまにゲーゲー吐いてる人とかさ、もうなんかもうお腹痛いというか、もう苦しすぎて布団から起き上がれへんとかね、もう思いっきり寝込んでる人とかいますよね。いるよね。そう、もう市販の薬も効かずにね、なんかそんな大変な人もいるよね。月経痛とかのお悩みってもう人によって違いますもんね。そうだから、しかも毎月やで、これほんまに毎月やで、めっちゃしんどいやんね。これね、なかなか人間社会の男性に分かってもらおうと思ってもなかなかね、ほら体変わってもらわなかなか分からへんと思うんやけどね。人間の男性は男性特有のお悩みがあると思うんですけど、やっぱり女性の悩みでやっぱり月経痛っていうのはね、なかなかのもんがありますよね。生活
全体に支障が出る、人間関係にも支障出てくる、イライラしたりとか、なんかこう予定通りの用事ができないとかね、そういうこともあるしね。そうでそんな時にね、こけたバランス悪い一緒に持っとこう。そんな時にね、やっぱりその苦しみを分かるっていうのはなかなか難しいけども、大変なんやろなっていう気持ちでね、女性に優しく接してくれる殿方なんかいるとね、ものすごい癒されますよね。癒されるよね。癒される。そうやね。そういう優しくしてくれる人見ると、なんかもうほっこりするよね。するね、ほっこりする。でやっぱりなんやねんそんな払いたいぐらいでみたいなね、払いたいぐらいでなんやねんっていうね、そんなちょっと冷たい人はちょっとなんかもう辛くなるよね。だからやっぱり大丈夫とか心配してくれたりとか、なんか今しんどかったらちょっとゆっくりしててねとか、ちょっと手伝ってあげるよとかね、もうなんやろな、もう甘やかしてくれる、その時はね、ちょっと月経でしんどいんやなと、やっぱこういう時は優しくいたわってあげようっていう気持ちでね、関わってくれる殿方なんかもう最高よね。最高、本当にもうそんな人最高。はいということですね。はい、でなんやろな、優しくしてくれたら痛みが取れるというわけではないんやけども、でもやっぱり心と体ってつながってますしね。心と体はつながっているので、優しくいたわってくれて心がほっこりしたら、やっぱりわーっとなりますよね。じわーっとこうリラックスして、こうちょっとなんやったらなんかこういう毎月こういう苦しみがあるのも嫌やけども、こんなあなたのそんな優しさが見られたらこういうのもありかもみたいなね、そういう気持ちにもさせてくれますよね。なんかこんな毎月お腹が痛いとか頭痛いとか吐き気するとか、こういうのはできたらない方が嬉しいけども、でもそういう誰かの優しさに、触れた時になんかいいかもって思うこともありますね。そういうこともある。はい。さあ、そしてあとはどうかな、なんかね、人間はね、毎日忙しく働いて家の用事もせなあかんよね。家族がいて子供がいて、例えばおじいさんおばあさんの、お世話してる人もいるやろうし、ご飯の支度したり洗濯したり、買い物行ったり、忙しく働いてる人たくさんいます。今は男性女性どっちも働いてる共働きの、人たちがほとんどだと思うんですけど、昔はやっぱり専業主婦なんやろ、ちょっとベロ回らへんな、専業主婦の人がね多かったと思う。だって昔はさ洗濯機もなかったやん。どんな昔やねんってもうそれ私のおばあちゃんの時代やな。おばあちゃんの時代かな。たらい、洗濯板とたらいで洗うみたいな、それはめちゃくちゃ昔です。昔すぎるかなそれはとかね。で
今は掃除機があるけど昔はなかった、ちょっと昔すぎるか、ちょっと話が昔すぎたな。で洗濯機があっても掃除機があっても便利になりましたけどね、それでもやっぱり、何でも全部完璧にやろう思ったらもう時間足りませんで、ほんまに。しかも共働きやで、仕事もしてんねんでな。それわかる？それわかる？もう一回言うよ。男も女も働いてます。もう言いたいの、いやもうそれだけかな。もう今日これで終わったろかなもうそう分かるよね、言わなくても。はい、もう男も女も働いてお金稼いでます。はい、以上です以上じゃないねんけど、だからさ、いや難しいよ。完璧に分担するって難しいけどさね、難しいよね。完璧に分担するって難しい。だって子育てだってさ、やっぱり女性にしかできない役割もあるやん。だってお父さんはおっぱい出へんしさ、しゃあないよね。出せ、お前も出せよって、そういうなわけにもいかへんし、ミルクあげられるもんね。とかやっぱりそれだけじゃなくてね、お乳だけの話じゃなくて、やっぱり人間の女性やからできることとかね、女性が持ってる力とかね、あとやっぱり男性やからできることとか、男性が持ってる力とかですね。やっぱそれぞれ性別によってやっぱ特徴が違えば、なんか得意なことというかね、役割とかもありますよね、それぞれにね。だから何でも完璧に仕事を分担する、それは無理やわ。それは無理。それでもやっぱりなんやろな、2人で協力し合ってね、ご夫婦やったらね協力し合って、家族みんなで協力し合って、それぞれができること、それぞれが得意なことを割り振ってね、うまいことやっていくっていうのが大事ちゃうかな。一番やっぱり気になるのは、女性特有のお悩みで気になるのは何ちゅうかな、掃除、洗濯、買い物とかご飯の支度とかで自分も仕事やってる、それ完璧にやりたい、死にますよということなんですね。もうそんなね、全部完璧にやったらもう過労死ラインバリバリ超えますよね。と思うね。そうで、ここでね、今日は女性特有のお悩みについてですけど、ここのメッセージ見て。このメッセージ、自分を守るということめっちゃ大事ですよね。自分を守るで、結局ね、自分を守れるのは結局自分なんですよね。自分を守れるのは私自分なんです。自分を守れるのは誰かが守ってくれるんじゃないよ。自分を守れるのは自分。はい、これも大事なことですね。だからマキさん、私はもうこんなね、バナナみたいなバナナみたいなね、こんな体ですけど、毎日自由ですけど私は、でも私の友達の方のマキさんはね、私の親友の方のマキさんは自分を守るためになんか工夫してることある？何か気をつけてることある？って聞いてみたらね、やっぱりね、誰にも邪魔されない時間を持つということ、誰にも邪魔されない自分だけの時間を持つということですね。
だからどうですか、女性の皆さんどうですか、女性の皆さん、自分だけの時間持ってる？自分だけのやで、どれぐらい？一日に何分？何時間？ちょっと考えてみてください。これめちゃくちゃ大事ですよ。まずね、自分のことはこれ、自分のことは自分で守る。まずさっき言ったね、これ大事やね。もうこれはね、メンタルヘルスめちゃくちゃ大事です。自分のメンタルヘルスしっかりこう健康づくりしていくのね。で、心と体はつながってるので、しっかりこれ意識してないと、心だけじゃなくってもう体も具合悪くなってくる。それ当然やわね。で、誰でも邪魔されない自分だけの時間を持ってるかってよく考えてみて。いや、そんなんもう言うてられへんわと言うてるそこのあなた、そこのあなたね、そら子供が小さいね、そんなお母ちゃんいな不安やん、私がいな不安やんとかね、あとおじいさんおばあさんのそばにいてあげなあかんとか、あと他にね、その家族の中にとか友達でとかね、私がそばにいてあげなあかんしとかね、そんな人もたくさんいると思うねんけど、何言ってるんですか。自分のことが一番大事です。はい、これをよく分かってくださいね。で、誰かを守りたい時ね、誰かを守る時には、まず自分です。自分が元気じゃないと人を守れないということですね。これ基本ですわね。この福祉の、仕事、何やったっけ私の親友の方のマキさんもね、ずっと福祉の現場にいますけどね、やっぱり、医療保健福祉の仕事をしてる人はよく分かってはると思うんですけど、あとはなんかちょっと離れるかもしれんけど、消防とかね、そんなに命を守る人、ね、そういう人はもう専門やから分かってはると思うんですけど、人を守るためにはまず自分の命、自分をまず守るということね。はい、自分がしっかりしてないと、その人を守ることなんかできないということだから、自分をほったらかしにして人を守ることは絶対できないんですね。これは当たり前のことやねんけどな、当たり前のことやねんけどな、でも割と意識しないと難しいことかもしれない。子供の世話せなあかん、おじいちゃん見てあげな、おばあちゃん見てあげなあかん、私の、家族の中でやっぱりちょっと付き添ってあげなあかん人がいる。わかるよ。そう、でもやっぱり自分の時間作るために、例えば他の家族の人に見といてもらうとかね、いや、そんな自分がそんなちょっと休むためにそんな人に見てもらうなんて、そんなとかね、思ってる人は、そんなことを思ってる人はこれができてないっていうこと、わかります？これ自分を守ることにちゃんと向き合ってないってこと、はい、これ自覚してくださいね。はい、そう、これほんまにね、しっかりこう意識してないとできへんのよ、なかなか。そうだって、人になんていうかな、自分の子供をね、友達にちょっとしばらく見といてもらうとか、自分の親にね、ちょっと2時間頼むわとか、旦那さんにちょっと頼むわとかね、そういう人に頼んだりとか、あとはおじいさんおばあさんだったら、介護保険のサービスを使うとかね、デイサービスじゃちょっと家の4時ぐらいしかできへんな。もうできたらやっぱりそれは人によりますね。お泊まりのサービス利用してたまにね
泊まりのサービスとかも利用して、でその間にゆっくり自分の時間作るとかね。でそういうふうにするのって結構エネルギーいりますやん。人に頼むのってさ、結構なんかエネルギーいりますやん、思い切りというかね、でもそのエネルギーを使ってでも、もうこれ自分を守ること、この大切さ、これほんま大事やから、ちょっと頑張って、本当に頑張ってくださいね。自分を守るために頑張って、そしてしっかりと自分のメンタルのケアを自分でして、心と体をしっかりとリフレッシュして、ちゃんとねしっかりリフレッシュして、そしてこんな風にこけたこんな風にね、誰かをなんていうんかな、愛する、誰かを愛する、ちょっとメタメタになってしまいました。それがすごく大事。なんかすごいね、なんか新婚さんいらっしゃいでってこけた人みたいに、そうですね。そうだから自分の力でちゃんと自分を癒してリフレッシュをして、もうそれも仕事やと思わなあかんわ。それも、自分を守るということも仕事やと思ってね、しっかりやっていきたい。私もそういうふうにしていきたいなと、マキさんの、私の親友もそう言うてます。ですね。そういうことって大事よね。自分のために時間使うこと、自分を癒すことって大事よね。そう大事ね。そうやんな。どうでしょう皆さん。そうだから頑張って、頑張る価値あるよ。最初は頑張らなあかんかもしれんけど、慣れたらね、誰かに頼んででも自分の時間を作って、自分だけの時間を作って楽しむ、そしてそこで蓄えたエネルギーを愛情に変えて周りの人をケアしてあげるっていうことね。それはすごく大事なこと、やと思います。また長くなっちゃったね。今日はね、私の目標15分ぐらいでやりたいと思ってたんやけど長くなっちゃったやっぱり。ということです。なかなか今日はいいテーマやったな。ですね。なのでまたこの動画を見てくれた人、ちょっと自分の生活一緒に振り返ってみようね。ありがとう。今日のゲストは、ピンクホーさん、そして初恋さんでした。話聞いてくれてありがとう。初恋さんもありがとう。また来てくださいね。そしたらこれやっとこうかな。いきますね。そしたら今日もこれでお別れしたいと思います。ちょっと待って。いきます。私の愛情表現、バックハグです。皆さんありがとうございました。また、次の動画も楽しみにしてください。さよなら。ありがとうございます。